ワールドウォー2疑惑にようこそ。今回は戦時下という極限状況における死の管理、これに深く迫りたいと思います。自軍の兵士だけでなく敵の兵士の遺体がどのように扱われて、そして記録されていたのか。へえ。その体系的な手順と実際の戦場の過酷な現実との間に横たわるもの、そしてそれが現代に何を問いかけるのか、これを探っていきます。内容には戦死者のご遺体に関する描写も含まれますので、刺激が強いと感じられるかもしれません。どうぞあらかじめご承知おきください。それではこの重いテーマではありますが、個人の尊厳をどのように守ろうとしたのか、その試みと現実を探っていきます。まずアメリカ軍が自軍の兵士、つまり戦死者をどのように扱っていたかという点からお願いします。まず、アメリカ兵自身の遺体の扱いから見ていきますと、これは墓地登録中隊という専門の部隊がいたんですね。専門部隊が。遺体の収容から始まって、身元の確認、それから埋葬、記録、そして遺品の管理まで、一手に担っていました。埋葬の方法にも何か細かい決まりがあったんでしょうか？ありました。まず遺体は敬意を持って扱う。そして可能な限り速やかに埋葬する。はい。ただこれは個人の墓ではなくて、管理された一時的な墓地に集められました。一時的ですか？あくまで一時的な措置という考え方で、将来的に本国へ送還する、これを前提としていたわけですね。なるほど。将来故郷に返すことまで考えていたと。身元の確認というのはやはり重要ですよね。これはどうやって？そうですね。これが非常に重視されていました。基本は各兵士が持っている2枚の認識表ですね。ドッグタグのことですね。そのうち1枚は遺体と一緒に埋葬して、もう1枚は墓標ですね。これに取り付けると。もしその認識表がない場合、これは指紋を採取したり、歯科記録を照合したり、あるいは同じ部隊の生き残りの人に確認してもらったり、なるほど。あらゆる手段で特定しようと試みていました。それでもどうしてもわからない、身元不明の場合は、アンノーン X、それに番号を振って記録するということになっていました。そこまで徹底して記録しようとしていたんですね。ええ兵士が持っていた個人的なもの、遺品はどうなったんですか？はい。遺品もですね、非常に丁寧に扱われていたようです。まず、内容物をリスト化して、専用の遺品袋に入れる。はい。で、それをさらにまとめた専用のパウチがあって、それで厳重に管理して、香港の遺品管理局に送られました。家族のことを考えてということでしょうか？そうですね、その配慮が伺えますね。ちなみに、船の上で亡くなった場合ですが、これは遺体の保存が難しいという状況もありえますよね。ええ。そういう場合は、遺体の保存した地点の緯度と経度、これを正確に記録した上で改装を行うことも規定されていました。本当に体系的だったんですね。はい。で、このマニュアルで特に私たちが注目したいのは、敵兵に対しても規定が存在したという点ですね。まさにそこですね。敵兵の遺体は、米兵とか連合軍の兵士とははっきりと区別された区画に埋葬しなさいと。そして、墓標には ED と記す。これはエネミーデッド、敵の死者という意味の略語です。敵であってもその身元を確認しようという試みはあったんですか？はい。規定の上ではそうなっています。敵兵の認識票が見つかった場合、その情報を記録して認識票自体やあるいはその情報は捕虜情報局というところに送付されました。捕虜情報局へ。認識票が1枚しかない場合はその認識票自体を送るといった具合に。ふむ。こうして集められた情報というのはその捕虜情報局を通じてジュネーブ条約に基づいて相手国、つまり当時の日本なんかに通知される、そういう仕組みになっていたんです。記録を残して相手国に通知する手続きまで定められていたんですね。そういうことです。理念上は敵味方なくということですね。はい。ただ規定はそうであっても、実際の戦場、特に太平洋戦争の激しい戦闘の中では状況はかなり違ったのではないでしょうか。まさに太平洋の島々での激しい戦闘、特に日本軍の玉砕といった状況下ではですね、マニュアルに書かれているような丁寧な埋葬とか完全な記録を残すというのは、これはもう極めて困難だっただろうと。そうでしょうね。資料にもソロモン諸島などの例が挙げられていますが、太平洋の島々というのは高温多湿で衛生状態も悪化しやすい。それに加えて日本兵の降伏せずに最後まで戦うというその戦闘のあり方、
はい。あるいは遺体にブービートラップが仕掛けられている危険性、こういったことが埋葬作業そのものを極めて困難かつ危険なものにしたようです。加えて、日本兵の認識表の方式がアメリカ軍とは異なっていたり、そもそも所持していないケースもあったようで、身元の特定が極めて困難だったという問題もありました。これが戦後の日本において、海外に残された多くのご遺骨の収集、そして身元の特定が今もって続く非常に長期的な課題となっている、その大きな要因の一つだと考えられますね。はい。この遺骨収集事業というのはご存知の通り、現在も国によって続けられています。大変な努力で収集され、日本に帰ってきたご遺骨の中にも、どうしても身元がわからない、引き取るご遺族がいないというケースがあるわけです。そうした方々のご遺骨は最終的に東京にある千鳥ヶ淵戦没者墓苑に収められています。この墓苑は、特定の宗教によらないすべての戦没者を追悼するための国の施設です。毎年、政府が主催する式典が開かれて、その年に新たに収集帰還された身元不明のご遺骨が納骨されます。時々で良いので、戦争で亡くなった多くの方々に思いを寄せて平和のありがたさを考える、そのことが本当に大切ですね。最後までご視聴ありがとうございました。